これから DIY を始めようかなっていう方が一番最初に作っておくと便利なものがこのノコギリガイドです。でノコギリガイドはいろんなタイプ作り方を紹介されていると思うんですけど、私はどちらかというと一番シンプルなマグネットシートタイプを使ってます。ノコギリガイドと一緒に使うのはZ 層の7寸目のノコギリを使ってます。Z 層7寸目は細工用のノコギリです。刃のピッチも細かくてあさり幅も狭いのでマグネットシート面を傷つけるのも最小で済みます。このマグネットシートはだいたい1年ぐらい使った状態です。慣れてないうちは結構こじってしまうのでここも荒れてきます。なので張り替えができるマグネットシートタイプの方が特に最初はおすすめかなと思います。でこのマグネットシートの場合の難点、それは引く時にこのマグネットが抵抗になって重くなってしまう、そういったコメントは多くいただいてました。で今回はそれも改善して、なるだけ改善して使いやすいサイズっていうのを割り出してみました。このノコギリガイドを作るにあたって用意した材料が厚さが 9mm、 幅が 40mm の工作材でもいいですしベニヤ材でもいいです。それと240番から400番ぐらいのサンドペーパー、それとマグネットシートです。これは粘着剤がついているタイプでもいいですし両面テープで貼り付けるようにしても大丈夫です。まずこの長さ、どのぐらいの長さが最適かっていうところをお話ししたいと思います。 DIY のカットで一番多いのは直角と45度です。直角の場合はこのカットする材料に対してノコギリガイドが完全にカバーできていれば問題ないです。ただし今度は45度のタイプの場合、この 40mm の幅では問題がないんですけど、こういう板材の場合はカバーできるのがギリギリになります。このぐらいまでをカバーできるっていうことで考えたいなと思います。そうすると 90mm の板幅で 130mm の長さのノコギリガイドが必要になります。慣れてくると多少オーバーしててもカットできるようになるんですけど、まずはこの板幅をカバーできる方がいいかなと思います。カットするのがこういった工作材の直角カットが多い場合はここまで長いと逆に邪魔になるので、刃の幅の半分、これが22センチなので10センチの長さのガイドを作ると小回りが効いて使いやすいです。今回は直角も45度もカットするノコギリガイドを作ります。それで今回の材料は幅が 40mm の厚みが 9mm のものを使っています。もっと薄いタイプでもいいにはいいんですけど、ノコギリでカットするときは結構ここの全体にストレスがかかります。それを抑えるには 9mm 厚ぐらいあった方が接着力として強いかなと思います。ということで今回は 140mm 幅のノコガイドにします。そうするとだいたいカバーできるかなと思います。 DIY を初めてノコギリガイドを作るときにはこのノコガイドはありません。そういった場合はこういった角材とか直角になるものを当ててゆっくりカットしていきます。一度これを作ってしまえばそれ以降製作するのは直角が保てるので、最初の1個目っていうのは多少曲がっててもそこは許容範囲ということで製作していいかなと思います。木材として使うのはこの4つのパーツだけです。最初にこのノコギリガイドで一番重要なこの直角、これを貼り合わせていきます。貼り合わせ方はこれが下でこんな感じ、こうではなくこうです。次にこのノコガイドの支え、これを接着します。このタイプでは端の方につけているんですけど、こういうバークランプで端の方で留めることって
制作のシーンでは多いです。なのでクランプ止める位置、真ん中と両端で止めれるように接着します。固定する部分がだいたい 30mm の長さなので 30mm 開けたところに止めていきます。次にマグネットシートをつけていきます。今回粘着式のタイプを買ったんですけど、両面テープを使った方がコントロールはしやすいので、粘着剤がないタイプの方がおすすめかなと思います。次にこの裏面にサンドペーパーを貼っていきます。このサンドペーパーがあるかないかで材料へのホールド感が全然違ってきます。それでは使い方をご紹介します。使うのはノコギリと今回制作したノコガイド、そしてクランプ。できれば板にこういった細い工作材を貼り付けたもの、これがあるとしっかりと固定させることができるので結構便利です。変な力を入れずに素直にカットしていくとほとんどノコ傷はつきません。カットする時のこの柄の部分を持つ時は軽く、とにかく前後に動かすためだけに力を使います。そうするとよじれたりしないので、ここも傷つかずまっすぐにカットができます。今回は多分一番簡単なノコガイドの作り方解説しました。サイズ的な部分、立ち上がりの高さも幅もある程度やっぱりこれがベストなのかなと思います。おさらいすると、高さ 40mm、幅 140mm、固定部分の幅が 40mm プラス 9mm、支えは端から 30mm、この位置で固定します。まずはこのサイズで作ってみてください。それではまた。